いいカメラって何で決まるのでしょうか？画質、操作性、耐久性、上げ出したらキリがありませんが、その全てを高い水準で求めるならば、技術を集結させたフラッグシップ機を購入してください。これが今までのカメラ業界でのルールでした。わかりやすくソニーのカメラを例にしてみましょう。フラッグシップの α1-2、そしてミドルクラスの α7-4。α7-4 は 4K60p で 1.5 倍のクロップがあったり、連写機能にも多少の制限がかけられていましたよね。買いやすい価格で展開する代わりに、あえて機能を削ってフラッグシップとの差を作っている。そんなトレードオフ関係にあるカメラを本気で嬉しいと思う人は多くはないはずです。ただ、2025年はその流れが少し変わりました。ミドルクラスのカメラにもほとんど制限をかけず、入るだけの性能を詰め込む。それでいて実売価格が40万円を切るように各社が展開してきました。では今回のキヤノン R6M3 はどうでしょうか？画質3250万画素の写真、動画は最大 7K60p のロー動画での内部記録が可能です。操作性、ミラーレス一眼カメラらしい扱いやすさがあります。長時間記録、全く問題なしとは言えませんが、かなり完成度が高い印象です。その他にも秒間40コマ連写、プリ連写機能や高速な読み出し速度など、あらゆる技術が集結しています。そんな R6M3 の実売価格が38万6100円。最近登場したソニー α7M5 とどちらを選ぶか悩んでいる方も多いと思います。ソニー α7-5 ではフラッグシップの α1-2 でも採用されていない Beyond XR2 の搭載や AI ホワイトバランスなど α1-2 ユーザーからすると複雑とも言えるほどの新機能を詰め込んできました。一方でキヤノンのカメラは下位機種が下克上のようなことをすることはありません。なのでこの R6M3 にも革新的な機能はないんです。でもその代わりに致命的な欠点もない、そんなカメラになっています。僕たちはすでにソニーの α7-5 のレビュー制作を進めていますが、まずはキヤノン R6M3 のレビューからお届けしたいと思います。アキヤムービーで初のフルサイズのキヤノンカメラのレビューになります。今回は台湾を舞台に僕たちが知った R6M3 の全てをお届けしていきます。作例はいかがでしたか？ R6M3 で撮影した写真動画のサンプルデータは僕たちが運営するビジュアルパークオンラインショップで無料でダウンロードすることができます。様々なカメラのサンプルデータも配布しているので、画質を他のカメラと比較をしてみたり、実際に編集して試すことが可能です。ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは早速レビュー本題に入っていきましょう。今回のレビュー動画では動画性能、そしてその基盤となるセンサーから進めていきたいと思います。R6M3 に搭載されたセンサーは約3250万画素のフルサイズ CMOS センサー。2025年に発売されたハイアマチュア向けモデルの多くが部分積層型センサーを採用している中、このセンサーはおそらくシネマカメラ C50 と同じ非積層型センサーだと思われます。部分積層型センサーを採用したソニー α7M5 とローリングシャッターの歪み具合を比較しても、この2機種に大きな差というのはほとんどありませんでした。非積層型センサーでありながらも R6M3 は高速な読み出し速度を実現していることが分かってきます。そしてこのセンサーを生かした R6M3 は動画性能も非常に優れています。最大で 7K60p の内部ロー記録に対応し、7K オーバーサンプリングによる高繊細な 4K 動画撮影も可能です。またミラーレス EOS としては初めてのオープンゲート記録も採用していて、センサー全体を活用した3対2の画角で 7K の動画をそのまま記録することができるんです。これにより 7K というクロップ体制の高さに加えて、通常の16対9よりも縦方向の情報をより多く記録することができます。編集で縦動画に切り出したり、アスペクト比を柔軟に変更できるなど、あらゆるプラットフォームが混在する今の時代においてとても相性のいい記録方法だと感じています。さらに 4K120p でもクロップがなく、このクラスのカメラとしては制限が少なく非常に優れたカメラ、そしてセンサーであることが一つ分かってきました。やっぱりこのセンサーすごくない？めっちゃ好きです。そして今回の R6M3 ではシネマカメラでも使われてきたガンマカーブのキヤノンログ2が搭載されています。
この Canon Log2 というのは従来の Canon Log3 と比べて階調表現が大きく進化しており、特に中間部から暗部にかけての階調性が高く、より扱いやすい高品質なガン部カーブだと感じました。さらにロー動画についても少しだけ触れておきたいと思います。実際のところ皆さんは普段からロー動画を撮影していますか？ロー動画で記録をすると ISO やホワイトバランスを編集時に変更することができるんです。キヤノン、ルミックス、ニコンなどソニー以外の主要メーカーはこの機能をすでに実装しています。しかもダヴィンチリゾルブ側もアップデートを重ねて今では多くのロー形式にも対応していますよね。でもこのロー記録というのは本当に必要なのでしょうか？今のところの僕たちの答えは今すぐに必要というわけではありません。でも数年後を考えると備えておくべき機能、そんな立ち位置だと僕たちは思っています。カメラはスマートフォンのように毎年アップデートされるものではありません。一度世に出たらその先3年、5年、あるいはもっと長い期間次々と登場するライバル機の新機能に耐え続けていく必要があるんです。前作の R6M2 から乗り換えを考えている人にとって今回の R6M3 というのは少しオーバースペックに感じてしまうかもしれません。でも実際にはキヤノンは明らかに数年先を見据えた設計をしているような気がしています。7K オープンゲート収録、内部でのロー動画の撮影、そしてキヤノン Log2、これらは今すぐ全員が必要な機能とは言えないかもしれませんが、これから数年で価値が増えていくようなそんな領域だと思っています。だからこそ僕たちはこうしてカメラのレビュー動画を作り続けるし、皆さんもカメラの進化が面白くてワクワクするから見てくれるんだと思っています。この先のキヤノンがどんな進化を見せてくれるのか、僕個人としても今後も注目していきたいと思います。そしてキヤノンといえばやはりスキントーンの美しさです。キヤノンユーザーの方にキヤノンを選ぶ理由はと聞くと、多くの人が美しいスキントーンと答えるのではないでしょうか。実際にそれぐらい評価されています。動画撮影でローやログを選択した場合、メーカーによる色の個性はある程度調節をすることができますが、ただ取って出しで記録をする場合はキヤノンの色作りというのは圧倒的な強みになってきます。この色味というのは好みが大きく分かれるポイントではあるんですが、僕はね、このキヤノンの優しい色味がとても気に入っています。皆さんはどのメーカーの色味が好きですか？もし意見や自分の愛用カメラがあればぜひコメントで教えてください。そして今回からスペシャルシーン動画モードに新たなモードが追加され、従来の HDR 動画に加えて美肌、レビュー用、手ブレ補正を素早く切り替えられるようになりました。美肌動画は肌をより綺麗に見せてくれるモードで、ナチュラルな美肌補正を5段階で調節することができます。さらに商品紹介の時にカメラに近づけたアイテムへ素早くピントが移動するレビュー用動画モードなども用意されていて、僕のように発信活動をしている人にとってはかなり嬉しいアップデートかもしれませんが、これらの機能はスペシャルシーン動画モードのみで有効にできるため、使い道はやや限られてしまいそうな気がしています。ログ撮影時のデュアルベース ISO は公式からは公開されていないものの、僕たちの検証ではおそらく ISO800 と ISO6400 であるというような結果となりました。さらにダイナミックレンジが最大15プラスストップで、中間から暗部の快調性が高くなったこのキヤノン Log2 は暗所でも美しい絵作りです。R6M3 には写真と動画をワンタッチで切り替えられる専用のダイヤルが搭載されています。このカメラを検討している方の多くはおそらく写真性能に期待をしているのではないでしょうか。なのでここからは写真性能、そしてその画質と色味について見ていきましょう。前作の R6M2 ユーザーの多くが不満に感じていた画素数の物足りなさは今回から約3250万画素となり、トリミング耐性が大きく向上しました。僕個人としては2400万画素でも5000万画素でもなく、この3000万画素台というのが最もバランスのいい高画素だと感じています。なのでこの辺はね、すごく嬉しいところです。3250万画素もあればポートレート撮影とか風景撮影で多少トリミングをしても高い解像感がキープされています。そして高画素化しながらも連写性能はそのままで、メカシャッターで秒間12コマ、電子シャッターでは秒間40コマがブラックアウトフリーで撮影が可能です。ロー記録の連写撮影枚数が約75枚から150枚、JPEG では約190枚から約330枚に進化したように、カメラのバッファが大幅に強化されています。同じくミドルクラスのソニー α7 V とロー撮影時のバッファ容量を比較すると R6M
3の凄さがより伝わってくるはずです。ただどれだけ連射枚数が増えたとしてもシャッターのタイミングが遅れてしまえば決定的な瞬間を逃してしまいます。そこで生きてくるのがプリ連射機能です。これはシャッターボタンを半押ししている間も記録を続けて、押し込んだ瞬間から最大20コマ遡って保存してくれるような機能になります。あらゆる一瞬の動き、動物のジャンプや表情の変化など、これまで通りこぼしていた瞬間というのがしっかりと残せるようになりました。そしてこれらを支える上で欠かせない手ブレ補正も進化しています。ボディ内手ブレ補正は5軸で中央が最大 8.5 段、周辺も 7.5 段という強力な手ブレ補正を備えています。この段数というのはシャッター速度に大きく影響します。本来250分の1秒で撮影をする場合、0段であればそのまま250分の1秒ですが、1段補正で半分の125分の1秒まで下げることができ、3段補正では30分の1秒、そして7段補正では2分の1秒まで速度を落とすことができるんです。とはいえこれはあくまで理論値であり、全メーカーが CIPA 準拠で公開しているわけではないため、あくまで目安として参考にしてみてください。そして動画の手ブレ補正に関しては正直いまいちかなと思っています。周辺の歪み、いわゆるこんにゃく現象がまだ強く見られてしまうので、この点は撮影時に注意が必要かなと思います。そしてこの部分を改善しないと動画の編集時にソフト内でかけるスタビライズ効果もなかなかうまく発揮しないんですね。なのでここは早めに解決してほしい課題だと感じています。そしてもう一つ欠かせないのがオートフォーカス性能です。この AF 性能に関しては言葉で説明するのが非常に難しいのですが、人物撮影時に瞳への食いつき方というのが正直個人的にはかなり驚きました。僕たちもこの1年間様々なカメラを使ってきましたが、 AI プロセッシングユニットを搭載したソニー機種と同等のレベルで人物認識が非常に優れているように感じています。AF というのはメーカーやカメラごとに環境や被写体による向き不向きというのもあるかと思いますが、画面内の被写体を自動で検出する被写体自動認識や特定の人物を登録して追尾できる機能が加わったことで、これらをしっかり使いこなせばオートフォーカスに対する不満というのはほとんど起きないというのが正直な印象です。さらにキヤノンユーザーが求めていたピント拡大時の半押し解除にも対応しています。ユーザーの声をしっかりと拾って改善していく。キヤノンというのはやっぱりユーザーと一緒に進化をしていく、そんなカメラメーカーであることを強く感じました。ここまででキヤノン R6 Mark III がどんなカメラなのか、進化した点や改善されたポイント、他社にはない魅力が伝わってきたかと思います。ではここからはこのカメラボディについて見ていきましょう。カメラに全く興味のない人でも知ってるカメラメーカーが何かと聞かれれば多くの人がキヤノンを思い浮かべるかと思います。理由はシンプルで22年間連続で台数シェア1位を獲得しているからです。2024年度の台数のシェア率はおよそ 44% で約205万台ものカメラを出荷しました。数万円から購入できる EOS KISS シリーズや手軽に Vlog を始められるパワーショット V1 などライトユーザー向けのカメラが幅広く展開されているということ、そしてそこから自然にステップアップできるラインナップが揃っているということがキヤノンの圧倒的な強みであり、多くの人に選ばれ続けてきた理由だと思います。実際に僕が大学生の時に初めて買った写真用一眼レフカメラもキヤノンの EOS KISS X7 というカメラでした。ではそんなキヤノンが作る R6 Mark III のカメラボディはどうなんでしょうか。結論から言うと画期的ではありませんが弱点がほとんどない優等生のようなカメラボディだと感じます。上面にはロックモード付きのマルチ電源ロックスイッチ、大型化された動画撮影ボタン、モードダイヤル、メインダイヤル、マルチファンクションと配置し、正面には新しくタリーランプが搭載されており、動画撮影中ということをはっきり認識できます。モニターはバリアングル式モニターで3インチの約162万ドット液晶を採用しています。端子類は外部マイク入力端子、デジタル端子、HDMI 出力端子、リモコン端子、ヘッドホン端子を搭載しています。カードスロットは CF Express Type B と SD カードの組み合わせです。この組み合わせは最近のミドルクラスカメラの標準的な構成ですよね。ただ一つ気になるところが、電源が入った状態でカードスロットを開くと自動で電源オフになる仕様になっています。さらにバッテリーの蓋を開けた場合も同じように電源が落ちるため、安全性を優先した設計だとは思うんですが、この数秒間の起動の待ち時間というのは少し不便に感じてしまいます。
バッテリーは多くのフルサイズ機と互換性のある LP-E6P が採用されています。バッテリーとメモリーカードを含めた重量は約 699g で、前作よりわずかに重くはなっているものの、グリップの厚みが深く安定感があるので、長時間の使用でも疲れにくい印象です。そして長時間収録による熱停止やバッテリーの耐久テストをしてみました。最大の 7K60p ローで記録をした場合、自動電源オフ温度を高に設定した場合で、28分41秒で熱停止により停止してしまいました。また、給電を行いながら 7K オーバーサンプリングの 4K ファインの 30p で連続撮影をしたところ、こちらは熱停止することなく最大の6時間で停止してしまいます。キヤノンの多くのカメラでは一度に動画撮影できる時間というのが最長で6時間になっているため、6時間以上の記録をしたいという方は他のカメラを検討した方が良さそうです。同じく 4K ファインの 30p で給電せずに撮影を開始したところ、バッテリー 100% の状態から1時間44分15秒で 0% になり停止しました。これらの結果から絶対とは言い切れないものの 4K30p 程度の負荷であれば長時間撮影でも問題がないかと思います。ただ冷却ファン内蔵の EOS C50 というのがすでに発売されているので、動画撮影の比重が多いという人はその価格差で安定性や信頼性を買うという意味で EOS C50 を選択した方がいい結果になるかもしれません。一方で物足りないと感じる部分もいくつかある印象です。例えば多くの同じ価格帯のカメラで採用されてきた4軸マルチモニター、通称バリチルモニターではなくバリアングル式モニターであるということです。欲を言えば4軸マルチモニターを採用してほしかったのですが、これでも必要十分であると感じています。とはいえこの R6M3 は USB-C 端子と HDMI 端子にモニターが干渉してしまうような設計になっているので、ここは少し改善すべき点だったのかなと感じています。そしてファインダーの進化はなく 0.76 倍の約369万ドットという一般的なものなので目新しさもそこまでありません。さらにもう一つ気になったところが背面のサブ電子ダイヤルです。このダイヤルは回転操作のみで上下左右の押し込み操作には対応していません。ソニーやルミックスは回転もできるし押し込むこともできるため、両方ができる設計に慣れている僕としてはこの仕様にはかなり違和感がありました。ということで最後に同じタイミングで登場した RF45mmF1.2STM について紹介します。45mm という扱いやすい焦点距離で F1.2 という非常に明るい開放値を持ちながら実売価格がおよそ 59,400 円。衝撃的な価格設定で発売当時はかなり話題になっていましたよね。光学設計は2007年1月に発売された EF50mmF1.2LUSM をベースにしているそうで、わずか 346g という小さくて軽いレンズになっています。キレのある高解像差というのはありませんが、ゴーストやフレアがかなり顕著に出るクラシカルな描写力を持っているレンズになっています。こんなにも手に届きやすい価格で F1.2 という選択肢を用意してくれているというところは、キヤノンがプロたちだけでなく写真を楽しみたい方々にもきちんと寄り添っているメーカーなんだなということを感じ取りました。キヤノンのデザイン思想にこう書かれていました。変えることを変えないこと。慣れ親しんだフィーリングを損なわず、その上で新技術を反映し操作性も向上させる。カメラを開発する上であえてデザインを変えないというのは本当に難しい選択だと思います。各社が次々と新機能を搭載していく中で、キヤノンも新しいものを取り入れなければなりません。ただそれで別物のカメラになってしまったら既存のユーザーはきっと離れてしまいます。こうしたカメラレビューを作る僕たちのような立場からすると、ニコン ZR のような常識外れな設計やルミックス S1M2 のアリログ C3 の搭載などのような分かりやすい新機能がある方がインパクトのあるレビュー動画というのは作りやすいんです。なので今回の動画はレビュー動画としての派手さというのはそこまでないかもしれません。僕たちも必要以上に過剰に性能を盛り上げてアピールしたいというわけでもないんです。その上でフラットな見解としてこの R6M3 というのはインパクトはないかもしれないけど明らかに致命的な欠点が少ないカメラだと感じています。だからこそインフルエンサーによる先行レビューや派手なプロモーションというのが一切なかったのかもしれません。そんなことをしなくてもちゃんと売れると思うし、間違いなくいい製品だから。ということで今回の Canon R6M3 のレビュー動画はここまでです。僕たちが撮影したサンプルデータはビジュアルパックからダウンロードしていただくことが可能です。レビュー動画を隅々まで細かく見るよりも実際に撮影した写真や動画のサンプルを触っていただいた方がもっともっとこのカメラの解像度が伝わるんじゃないかなと思います。そしてこの動画の編集にも多くの自社開発プラグインを使用しています。僕たちのように簡単にテキストをトラッキングさせてみたい人、ワンクリックで画面を分割してみたりグラフを作って表現をしてみたい人、そして自分で撮影した写真たちをおしゃれに自動で読み込め、それらを自動でデザインを配置していきたい人、そんな方はぜひ概要欄のリンクから僕たちの編集用プラグインをチェックしてみてください。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。